こんにちは、ゆかです。先日日本に行ってきまして、いろんなものを買ってきたんですが、ちょっと一つずつ紹介していきたいと思うんですが、なんと私の今まで言っていた iPhone Vlog 最強セットと Oz ポケ Vlog 最強セットにアップデートがありまして、最強がアップグレードされました。なのでちょっとその辺も話しつつやっていきたいと思うんですけど、まず何から話そうか。いろいろあるんだけど、じゃあまずこれから行こうかな。スイッチ2をついに買いました。なんかあんま買うつもりなかったんだけど、ちょっと衝動的に買ってしまって持って帰ってきて、日本バージョン、国内バージョンなんですけど、アメリカでも一応ね使えるということで、日本バージョンを買うと UI が日本語に固定されているのと、多分任天堂アカウントが日本のものじゃなきゃいけないと思うんですけど、まあ私たちにとってはそれは問題ではないので、日本国内バージョンを買ってきました。今のところやりたいゲームとしては、ちょっともうすぐ出る友達コレクションちょっとやりたいのと、あつ森を永遠に放置してしまっていたんですけど、コロナでねもう狂ったようにやって以来ちょっと放置しているので、ちょっと島の様子がね大丈夫かな、荒廃してるんじゃないかなと思うんですけど、あつ森の新しいアップデートもちょっとやりたいということと、ちょっと前まで塊魂の新しいゲームをこれもねまた狂ったようにやってたんですけど、またスイッチ2でもやりたいなと思います。一回り大きくなっているし、画質も良くなっているし、ちょっと大きいなっていうのは正直あるんですけど、なんかいろいろゲームをやりたいと思います。スイッチ2専用のゲームで何かおすすめあればぜひ教えてください。私は本当にマリカーみたいなね、ああいうゲームは苦手なので、パズル系とかシミュレーション系、そういうのが好きなので、ぜひ塊魂とあつ森が好きな私におすすめがあればぜひ教えてください。という感じで、じゃあちょっとスイッチ2でした。じゃあ次はこの前話したばかりなんですけど、コダックチャーメラ、こちらも買ってまいりました。まだご覧になってない方は開封動画こちらに貼っておきますが、全部入り6個セットを買って全部開封して見たんですけど、結局手元に残ったのはもう一つだけです。他の色はちょっとゆかスタメンバーに買い取ってもらったりとか、たけしも1個欲しいということで黒をあげたんですけど、なんかそうやってやってたらもう1個しかありません。赤を手元に残して、あとは全部なくなってしまったんですが、私が使っていくのはこちらになります。まだキーチェーンつけてないんですけど、キーチェーンにつけたりとかして日常的に使っていければなと思っています。なんか Vlog にもなんかインサートしたりとかねできたらいいなと思っているので、また使っていきたいと思います。じゃあ次はこれについて話したいんですけど、こちらがトーラスの充電器なんですけど、このままこうやってコンセントにさせる部分と、巻き取り式の USB Type-C のケーブルがついているものになります。で、これが100センチ、1メートルケーブルがあるということと、あとこんなに小さいのに 67W max 出すことができるんですよ。なので iPhone だけじゃなくて MacBook とかでも結構いい感じにチャージできるので、これが一つカバンの中に入っているととても安心ということで、これを買いました。あともう一つね、 USB-C ケーブルをさせるところもあるので、最大2台を同時に充電できるというのもいいところです。なんかカフェとかコワーキングスペースで作業するときはこの充電器を持って、あとねやっぱり Mac を机の上にずっと置いてるとどんどん姿勢が悪いからね、前のめりになってしまってめっちゃ腱鞘炎になったりとか首が痛くなったりするので、ちょっと Mac を目線の高さに上げるためのライザーっていうのかなを買いました。こんな袋に入っている結構コンパクトになるものを探したのと、こんな感じで広げられるんですけど、こうやって Mac を置くじゃないですか。これでもいいんですけど、さらにキーボードの部分もさらに上げて、本当にちゃんと画面が目の前に来るようになるものを探してました。これはねもう一段階上がるんですよ。ここがもっと高くしようと思ったら高くできるかもしれないけど、いい感じに上げると本当に目線のところで画面が見えるので、すごく姿勢にいいというかエルゴノミクス的にいいので、これを買いました。こうなると今度はねこうやってやるの大変じゃないですか。だからキーボードが必要なんですよ。これもね前どっかの動画で紹介したことあると思うんですけど、プロトアークの折りたたみキーボードです。これなんとパカッと開いて
キーボードになるんですよ。65キーかなタイプのキーボードなんですけど、こう置いてね、仕事ができるということです。この折りたたみキーボードと充電器、マウスも必要ですね。マウスを持ってって台を持っていくと結構快適に割と長時間でも外で作業ができるセットになってます。折りたたむ時もこんな感じでパパパパパ、結構早い。あとなんか傷つかないようにゴムがついてたりとかするので、そんななんかめっちゃすごいハイテクっていう感じではないですけど、買ってよかったなと思います。じゃあちょっと Vlog 関係に行きたいんですけど、一つ目が DJI のモバイルレシーバーという商品なのかな。これがですね、なんかアジアでしか手に入らないんですよ。ヨーロッパ行けるのかな。とにかくアメリカでは買えないんですよね。私が知る限りでは。日本でもね、なかなか在庫が結構すぐなくなっちゃう、ちょっと幻気味の商品なんですけれども、これは何かというと、めちゃめちゃ小さいレシーバーです。今私も DJI マイクミニ2使ってますけど、これを大きいレシーバーがなくてもこっちで代用できるというか、スマホで撮影するときにはこれをレシーバーにすることができるというものです。これは DJI マイク2ですけど、普通だったらこのレシーバーをスマホにつけることができるんですけど、これをつけてマイクつなげるっていうことができるんですけど、ちょっとやりすぎ感があるというか、結構出っ張っちゃうし、あんまり目立たずに Vlog したいよっていう時は、こんな小さいので代用できるんだったらこれでいいよねっていう感じです。さらに嬉しいことに半透明なんですよ。だから中身のなんか基板がちょっと見えてるというね、良さもございます。ということで、これもとても買ってよかったです。一応2つまでマイクがつなげられるので、なんか2人で Vlog するときにも使えそうだなと思います。モバイル Vlog 関連、こちらはウランジの MA38 という、モバイルミニ三脚です。で、私が以前紹介してめっちゃいいよって言っていたオモトンのモバイルミニ三脚もあるんですけど、どちらもいいところあるんですが、ちょっと総合的に今ね、ウランジの方がいいんじゃないかなと思っています。ちょっと説明させてください。まずね、コンパクトさで言うと、オモトンの方が縦は短くなるんですが、横はウランジの方が薄いんですよね。どちらもカラビナついてます。これカラビナになってて、なんとこれはね、マグセーフのここの部分がカラビナになっています。こっちもこのマグセーフの部分がくるくる回ってどちらでも使えます。こちらもくるくる回ります。ただ一番のポイントはですね、ここの付け根の部分がオモトンは出っ張っているわけですよ。で、こちらのオモトンはここが平らなんですね。どういうことかというと、この後ろに何かマグセーフの別のアクセサリーをつけたいときに、オモトンはつけられないけど、ウランジはつけられる。こういう良さがありまして、これのおかげで、私の中で今、ウランジの方が軍配が上がっています。あとは三脚として使うときはこんな感じですね。これも、ここに足があって、結構似てる感じではあるんですけど、見ていただくと分かる通り、このオモトンの方がね、なんかめっちゃ開脚のこの足の角度が広くて、すごい場所取るんですよ、こうやって置くと。だからこそ安定するっていうのはあるかもしれないけど、こっちの方がコンパクトに開いて、これでもだいぶ安定してるんでね、こんな感じで、ちょっと場所を取らずにいろんなところに置けるんじゃないかなと思います。あとはですね、こっちのウランジの方はなんとここの下の部分がアルカスイスになっているんですね。なので普通の大きい三脚とかにはめやすいっていうのと、ここにクォーターインチスクルーっていうのかな、英語だと三脚のネジ穴があるので、なんか別のアクセサリーと使う時にめちゃめちゃ重宝するっていう感じです。で、あとは特別なポイントとしては、ここの引っ掛ける部分があるので、これをなんかどっかフェンスだったりとかドアとかそういったところに引っ掛けることもできます。で、オモトンにしかなかったポイントとしては、引っ掛けるものはないんですけど、挟むやつがあるんですね。なのでこれでデスクに挟んだりとかっていうことはこっちではできるけど、ウランジではできないという機能でした。ということで、どちらもね、とてもいい
ミニ三脚なんですけど、なんかどんどんいろんな各社からいい商品が出てくるし、すごいみんないろんなアイディアを持っていたりとか、いろいろとフィードバックを経て、なんかどんどんいいものが出てくるので、その辺も楽しみながらミニ三脚探しをしているんですが、今のところ暫定1位はこちらのウランジ MA38 でした。オズモポケット3最強セットにもちょっとアップデートがありまして、以前紹介したこちらのタイプのマグネットアタッチメントアクセサリーみたいなものからちょっと新しい、これもねちょっとたまたまウランジなんですけど、ウランジの似ているようなものなんですが、マグセーフ型になっているマグネットアクセサリーに変えました。これにしたことによって、何が良くなったかというと、まずねちょっと軽い気がする。マグネットがマグセーフになることによって、こっちではできなかったことが可能になるんです。何かというと、マグセーフアクセサリーを使えるようになるんですね。なので、先ほどのこのミニ三脚使えちゃいます。オズボケすっごい Vlog でもう重宝してるんですけど、テーブルに直接置いてるとちょっと画角が下からになっちゃってめっちゃ二重顎になるみたいなことがあるので、これはこうやってこの先ほどの三脚と合わせることによってこんな高さを出すことができたりします。で、これはね、こっちのアクセサリーだと、くっつくはくっつくんですけど、やっぱマグネット弱いんですよ。形が合ってないから。だけど、このマグセーフ用のものだとぴったり合うので、めっちゃ安心して使うことができる。すごいマグネットも結構強力にくっついてる感じがあります。なので、こうやっていろんなアクセサリーと合わせて、例えばさっき言ってたこの引っ掛けるやつとかどっかに使ったりとかね、こんな風に撮ることもできるし、いろいろ面白い撮り方ができるので、私も iPhone で Vlog する時もあれば、オズポケで Vlog することもあれば、いろんなカメラを使い分けているので、アクセサリーが汎用的にいろんなものに一緒に使えるっていうのはすごくいいんじゃないかと思います。で、さらに例えばこんなアクセサリー、これ前から持ってたんですけど、アメリカではオクトバディと呼ばれているようなこの吸盤がついてるマグセーフアクセサリーです。で、これもこれにくっついちゃいます。なのでマグネットがない、例えばガラスとかもこのアクセサリーを使えばオズポケでつけられちゃうということがあったりとかして、なんかすごいマグセーフになることによっていろんなアクセサリーの幅が広がるので、めちゃめちゃいいんじゃないかと思います。はい。ということでちょっと Vlog セクションはこんな感じです。そして last but not least、 最後にこの iPod を買いました。今回一番買ってよかったものかもしれないっていうぐらいすごく気に入ってるんですけど、これはね iPod 第5世代かななんですが、バックプレートもフロントプレートもこのホイール部分も全部新品になっているし、バッテリーも新品だから、もうほぼほぼ原型をとどめていないといえばそうなんですけど、こちらもね、透明なフロントプレートになっていて、中の基板が見えるようになっているし、とにかく持っててめっちゃいい、嬉しいっていう気持ちになる一品です。いや、なんかずっと iPod を探してて、最近流行ってるっていうのもあるんですけど、いろいろモッドができるセットとかがあって、自分でこのバックプレート変えたり、フロントプレート変えたりとか、この充電部分を USB-C にしたり、なんならマグセーフ対応するみたいなキットとかもあったりするんですけど、そういうのもすごく興味があって、ジャンク品でいいから iPod か iPod クラシックが欲しいとずっと探してたんですよね。で、本当は私 iPod クラシック自分のもの持ってたんですけど、いろいろ訳あって手元にないんですよ。なので自分でハードオフとかブックオフとかいろいろ探してたんですけど、全然なくて、やっぱりね、みんな同じように考えてるから、みんな探してて、多分出たらすぐなくなっちゃうんですよね。なので全然見つからなくて悲しかったんですけど、今回日本のメルカリで探せばいいんだっていうことに気づいて、メルカリでもうすぐ見つかりました。なので多分ね、皆さんもし欲しかったらメルカリですぐ買えると思います。もしくは1週間ぐらい貼り付いてたら絶対買えると思うんですけど、充電のところはこの昔の充電のものになっていますが、ケーブルもそのメルカリの販売している方が
つけてくれたのですぐ充電もできたし、全く問題なく動いております。なんなら一番大変だったのはここに音楽を入れることでしたなぜなら2026年の今 iTunes ないじゃないですか。 iPod 全盛期はケーブルで Mac につないで iTunes を開いて、なんか買った音楽だったりとか CD から取り込んだ音楽をドラッグドロップしてたんだっけ、なんかよくわかんないけどシンクしたらすぐ入れられたじゃないですか。ただ現代はですね iTunes がないので Apple Music のすごい隠れた設定のところから iTunes をオンにするみたいな、設定のところに行ってオンにするとシンクすることができるみたいな感じで、結構難しくてチャット GPT に聞きながらやんなきゃいけなかったんですけどいや面白い時代ですよね。むしろアップル的にはもうこれ誰も使ってないでしょ iTunes なんていらないでしょっていうことで隠してるのに、みんなもう必死に iPod を探して必死にどうやってシンクするか調べてるみたいな感じなんですよね。さらに私はもうこの音量の上げ方とかも忘れてて、ホイールの部分くるくるやることすら一瞬忘れてたりとかして、なんかもうすごい懐かしい、もうめっちゃ嬉しいです、これをゲットできて。で今のところ49曲しか入ってないんですけど全部 BTS です。アリランとプルーフのアルバムを全部入れましたということで49曲しか入ってないんですけど、なんかちょうどよくね1時間半ぐらいあんのかな、なんか聞いてるとちょうどいい長さになってて今のところいい感じです。また今後 iTunes で買って入れたんですけどCD から取り込んだりもちょっとどうにかやってみたいなと思うんですが、今のところ49曲楽しんでいます。はい、ということで今日はちょっとカジュアルな感じでしたが、いろいろと買ってきたものを最近気に入っているものを紹介してみました。各種リンクはいつも通り概要欄のリンクに貼っておりますので、ぜひ気になるものがあればチェックしてみてください。そしてもしこの動画面白いと思っていただけたらいいね、評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。